前回に引き続き過去2年間分のお庭作りを、私の感想など当時の様子を振り返っていきたいと思います。この2年間で私は日本各地いろいろなところへ行き、いろいろな庭師の方々と出会い、素晴らしい経験ができました。ぜひ最後までお楽しみいただけると嬉しいです。まずはこちらのお庭作りをご紹介します。この工事では島根県の西側にある温泉街、有福温泉というところでホテルのリノベーション工事が行われました。この2つのお庭をリノベーションしていきました。この現場でのお庭作りの難しさは、何といっても資材の搬入の大変さです。坂の上の方にある建物ですので、搬入はすべて細い道を通って少しずつ搬入していかなければなりません。暑い夏の日だったのですが、何度も何度も上と下とを往復しながら作業を進めていきました。また、個人的に中瀬さんにすごいと感じたところは、普通の庭師では絶対選ばないであろう材料を選ぶところです。この搬入の難しい場所でこんな大きな材料を入れるの？私自身いろいろな作業現場を見てきましたが、中瀬さんほど攻めた材料を選ぶ庭師の方はなかなかいないと思います。今回の場合でも2メートルぐらい上の場所にとんでもなく重たい蝶ズバチを搬入したり、そこまで大きなスペースではないところに大きな石、大きな樹木を搬入しました。これは技術と経験がなければ絶対にできることではなく、とても難しいことです。普通の庭師だったらできたとしてもこの現場でここまで挑戦的な材料選びをしないと思います。しかしながらこの挑戦をするからこそ、中瀬さんしか作ることができない独自のお庭になっているとも言えると思います。
またこれらの挑戦的な材料選びを支えるのが彼の空間把握能力と植栽能力の高さです。今回は小さなスペースですから、ここまで大きな材料を入れたときに想定よりも大きすぎて材料のサイズ感がマッチしないということもありえます。しかし中佐さんの空間把握能力はとても高く、この小さなスペースにこの大きな材料がぴったりと収まりました。また中佐さんはもともと盆栽をされていたということもあり、植木一つ下草一つの扱いがとても上手で、本当に優しく柔らかく植物を植えていきます。このような技術があるからこそ、主張の強いトゲトゲしい印象の石も柔らかい植物によって中和され、全体として一体感のある庭が作り上げられていきます。石と植物のバランス、硬さと柔らかさ、この両者のバランスを高いレベルで取ることができる庭師さんはなかなかいないように感じます。何度も何度も下から上へと材料を搬入し続け、チャレンジをし続けたからこそ作り上げることができた幻想的なお庭となりました。この動画では北山渡関園という石灯籠を扱う会社の代表である北山さんに石灯籠について詳しくお話を聞いてみました。道路っていうのは宝珠、傘、火袋、中台、竿、基礎、これだけのパーツから、できているものが、石灯籠です。また、灯籠っていう、呼び名のに、ここですね、火袋、ここに明かりを入れるんですけど、この明かりを灯せるというこの機能を、持ってる、これが灯籠です。日本庭園がお好きな皆さんも日本の石灯籠をいくつか見たことあるのではないでしょうか。私も各地の日本庭園の中でさまざまな石灯籠を見てきました。その中でシンプルに石灯籠ってどのくらいの種類があるんだろう。その私の素朴な疑問を北山さんに尋ねてみました。そうですね、種類と言われますと、その種類の分け方にもよるんですけど、まあざっとですけど、何百、下手すりゃ何千種類ってあると思います。でこれもうそもそもその、ね、種類分けっていうのを、じゃあどういう種類で分けていくのかって言われた時に、灯籠の例えば所在地別なのか、
または石種、石の、ね、種類で分けるのか、あとは用途で分ける。さっきもね、初めにちょっと織部という言葉がパッと出たと思うんですけど、いわゆる人物別に分けるとか、こんな形でこう枝分かれすることができるんですけど、それよりも形状、形ですね。竿が土の中にこう生け込まれる生け込み型、足がこう4本もしくは3本になってるこう雪見道路、雪見型とか、形状で分けていくっていうのが一番分かりやすい。でそれが大きく分けると5種、あると思います。一つは生け込み道路、もう一つは台付き、で雪見道路、で変形型、あとは置き道路、大きく分けたらこの5つに分かれるんじゃないですか。そうなんですね。じゃあその5種あるということで、早速その5種を実際実物を見ていきたいなと思います。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ例えばこれですね。これは業界の方だったらもう誰しもがこの形を見れば、これが織部道路だってこう分かると思うんですけど、よく見てほしいところはここですね。これ灯籠の名称でいうとここが竿、竿の部分です。この竿が土の中にこう生け込まれてる、埋め込まれてる、この形を生け込み道路って呼んでます。さっきの生け込み道路って言ってるものはこの竿が土の中に埋まってるわけです。生け込んでるわけです。で今回のこのスタイルっていうのは台の上に竿、中台、火袋、傘、宝珠ってこういう流れで乗っかっていってるんですけど、この基礎のあるもの、この基礎を分かりやすい言葉で言うと、台ですね。台の上に乗ってる灯籠ということで台のついた灯籠、こんな形です。なるほどなるほど。生け込みよりもずっと古い時代からこのスタイル。なるほどなるほどなるほど。北山さんは石灯籠を含めさまざまなことに知見が深く、私も日々いろいろなことを北山さんに教えていただいています。北山さんに石灯籠についていろいろと教えていただいてから、私としてもさまざまな石灯籠や他の石造品を注意深く見るようになりました。知識がなかった時にはさらっと見ていたものが、知識を知ってからはさらに興味が湧き、より面白くなっていきました。石灯籠は本当に歴史があり、奥が深い分野です。まだまだ勉強することが山ほどあると私自身感じています。私が知った内容を今後皆さんにもいろいろと共有していければいいなと思っています。まずこちらの元動画ではもっと詳しく説明をしておりますので、一度ご覧いただけると嬉しいです。唯一無二というか、斬新な、デザインで、僕は大好きな灯籠です。京都を代表する灯籠ですね。監修字型。これは変形道路にこの動画では東京にてお茶会前のお手入れの様子を撮影させていただきました。庭師は金綱重治さん、息子の純一さん。お茶室に入るまでのお庭、いわゆる路地の庭を作る庭師として、
金綱さんは長年第一線で活躍をされてきました。東京を中心にこれまで数々の路地を作られています。お茶の世界では四柱の三居という考え方があります。これはすでに600年ほど前から使われている考え方です。当時、日本の中心であった京都はかなりの大都市であり、喧騒に包まれていました。そうした喧騒の中でもお茶室の空間だけは人里離れた野山のように緊張感なくお茶を楽しめる癒しの空間にしたいという考え方です。この考えは現代のお庭作りの中でも生かされている考え方で、金綱さんが作られる路地もまさに四柱の三居と言えると思います。金綱さんが作る路地はまるで森の奥深くにあるような静けさを生み出し、神秘的な雰囲気を醸し出しています。この庭においても東京という大勢の人があふれかえるこの場所が、まるで里山の中にいるかのような静寂な空気感を持ち、心安らぐ空間となっていました。金綱さんの手入れの様子を取材させていただいた中で、私が最も強く感じたことは庭師としての誇りです。金綱さんに路地作りを依頼されるお客様の多くは、お茶文化を重んじる日本でもトップレベルの文化人の方々だと思います。このような方たちが金綱さんに作っていただきたいと路地作りを依頼しています。その依頼を受け、期待に超えたお庭を作るプレッシャーというのは想像を絶するものだと推測できます。だからこそ彼らは路地作りから手入れまでの一つ一つの作業に妥協を許さず、誇りを持って仕事に取り組んでおられます。今回はお茶会前の手入れでしたが、文字通り塵一つ残さないよう本当に細かな塵まで取り除いたり、お茶会に参加されるお客様の目が絶対に届かないような場所までも妥協することなくきれいにされていました。その姿はまさに歴史や文化を背負う誇り高い庭師の姿でした。また彼らの凄さを感じたのと同時に、お茶やお庭の文化の歴史、その積み重ねによる歴史の厚みを私は同時に感じました。長い歴史の中で培われてきたその文化の結晶を
今でも多くのお茶人や庭師の方々が次の未来へと大切につないでいます。私も少しでもそのお手伝いができたらいいなと切に感じました。